皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の外交が壮大に滑っているというお話をしようと思います。日本の政府は安倍政権から菅政権へと移行しました。その中において、対韓国外交については基本的に前政権の政策というものをそのまま引き継ぐことになっています。そして実際に菅政権というものは、対韓国外交についても、安倍政権からその基本政策というものをそのまま継承しています。しかし、その中においても、韓国側は政権が変わることによって対応が変わるのではないかという淡い期待を抱いていました。しかし、今回その希望を完全に打ち砕くような話がニュースとして出てきています。それは、韓国側は日中韓3カ国の首脳会談というものを模索しているのですが、日本の側から韓国側が強制徴用問題に関する日韓合意を破っている措置について、これを止めるようなことをしなければ、韓国側と会う気はないという話が伝わっているのです。これは強制徴用問題というのがあって、韓国側が日本企業の資産を差し押さえ、これを売却現金化しようとしている動きについてです。菅首相はこの現金化しようとしている韓国側に対して、政府として何とかしなさいと韓国側に要求している状態です。ですから、この要求というものを全く対応しないままに、日中韓3カ国の首脳会談をする気はないよと伝えたわけです。それでは一体どのようなニュースが報じられたのか、そして日本企業の資産売却の話というのは随分前からずっと繰り返されてきたわけですが、現在の進展状況はどのようなものか見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。日本強制動員問題。資産現金化しないとの保証なければ韓中日会談は不参加。共同通信は13日、日本政府が強制動員被害者賠償判決を履行していない日本企業の資産売却を行わないと保証されなければ、今年末に予定される韓中日首脳会談に菅義偉首相は出席しないという立場を韓国側に伝えたと報道した。日本政府が韓中日が定例で開催している首脳会談に出席する条件として、韓日関係の最大争点である強制動員問題を持ち出してきたもの。韓国政府は韓中日首脳会談の今年末ソウル開催を推進してきた。共同通信は複数の韓日関係筋の話を引用し、先月下旬頃、日本企業の資産売却問題に関し、受け入れ可能な措置を韓国側が講じない限り、菅首相の訪韓はないという見解を伝えたとし、菅首相の意向を踏まえた対応と報じた。韓国の裁判所が差し押さえた日本企業の韓国内資産が現金化されないことを具体的に保証するよう求めた。菅首相が韓中日首脳会談に韓日両国の問題を持ち出してきたのは、韓国政府が解決策を積極的に模索しなければならないとの圧力とみられる。菅首相は先月24日、ムン・ジェイン大統領との初の電話会談で、強制動員問題関連の両国関係をこのまま放置してはいけない。これから韓国に適切な対応を強く要求すると述べている。しかし韓国政府は、司法の判断に行政府は介入できないという立場を固守しているため、日本政府の要求は受け入れがたい状況だ。韓中日首脳会談は、ともすれば見送られる可能性がある。韓中日首脳会談は2008年に始まった国家首脳級会談で、三国が交互に開催している。直前の3カ国首脳会談は、昨年12月に中国の成都で開かれ、今回は韓国の番となる。それでは日本企業の資産売却の手続きはどこまで進んでいるのでしょうか。最新のニュースはこちら。徴用韓国裁判所。日本企業の資産売却現金化に向け手続き。太平洋戦争中の徴用をめぐる問題で、韓国の裁判所は被告の日本企業の資産の売却に関する書類をホームページに公開する公示送達の手続きを取りました。今年12月には書類は日本企業に届いたとみなされ、原告側による資産の現金化に向けた手続きが進むことになります。これについて日本政府は日韓請求権協定に基づき解決済みだとして国際法違反の状態を是正するよう韓国政府に求めていて、日本製鉄も賠償に応じていません。こうした中、原告側の申し立てを受けた韓国の裁判所は、日本製鉄の韓国国内の資産の売却に関する書類をホームページに公開する公示送達の手続きを今月8日付で取りました。これによって資産の売却について、日本製鉄に意見を求める審問書などが2ヶ月後の今年12月9日の午前0時になると日本製鉄側に届いたとみなされ、
原告側による資産の現金化に向けた手続きが進むことになります。これに先立って韓国の裁判所は資産の差し押さえに関しても公示送達をしていて、日本製鉄は今年8月、即時抗告を行って手続きの差し止めを求めています。一方、韓国メディアは12月以降もさらに必要な手続きがあるため、実際に現金化されるまでには時間がかかるという見方を伝えています。今回紹介した2つの記事を頭に入れて考えれば、いずれ韓国側のマスコミが菅首相に対してどのような評価をするかというのは私には手に取るようにわかります。いずれ韓国側の報道というのは菅首相に対して彼は極右政治家で、そして許されざる歴史修正主義者だという烙印を押すでしょう。韓国側の作った歴史に対して日本側の政治家がこんなおかしいことに同情できるわけがないという態度を示すそれだけで、韓国側は日本の政治家に対して歴史修正主義者だ、いわば差別主義者であるかのような話をし始めるのです。しかし、これはあくまでも彼らから見た場合の話であって、世界的に見ればどうかといった話や、日本側から見れば全く違うということは皆さんもご理解できるでしょう。つまり、彼らがいかに間違った見方をして、間違った見方をもとにして政治家への評価というものを下しているか、その良い例だと言えるでしょう。今回の対応というのはあくまでも、私から見ても、まだまだ菅首相の対応というものは、穏健な範囲に入っています。なぜならば、基本的に韓国や韓国という国家そのものに対して何か強烈な報復措置や制裁措置などを発しようとしているわけではないからです。あくまでも、この問題を解決するための行動というものは韓国側が行わなければならない。その行動を行わなければならないのは、それこそ日韓合意に基づいてこの問題というのはもう蒸し返さないよということを決めたではないか。その約束を破ったのは韓国側であって日本側ではない。であるからして行動すべきなのは韓国であり、その行動ができないうちは会いたくありませんよというのは、これは外交カードというよりもむしろ韓国側が悪いんですよという当たり前のことを当たり前のように言っているだけなのです。しかしこのような当たり前のことを言うだけでも彼らが非常に反発しているというのが韓国側の報道からもわかります。あたかもこれが外交カードとして日本がことさら騒いでいるかのように言うのはまさにそういった意味でしょう。そういった意味で現在の菅政権のこうした行動というものは安倍政権から政策を引き継いでプラスアルファ改善しましたよという意味においては合格点だと言えるでしょう。そして今回のことを考えるときに何より大事なのは、実際問題今の日本にとって韓国というのはそれほど重要な相手ではありません。現在の日本の状況から考えると、韓国に対して政策的なエネルギーを注ぐような時ではありません。今まさに菅政権がやろうとしているのは内政改革です。旧態依然としたアナログ文化が残っている財政の手続きにおいても、ハンコをなくしましょうであったり、デジタル化を進めましょうといった話や、もしくはこれまで進めてきた少子化問題に対する対応などをもっと前進させるために、不妊治療に対する健康保険の適用範囲を広げようといった議論など、目の前にある課題に対して、まずはこれをやろう、あれをやろう、それをやろうと一つずつ取り組んでいるところで、国内に対する目配せというものが足りないのであれば、むしろ現在の菅政権にとっては大いなマイナスです。そういった意味において韓国側がこのようにダダをこねることに関しては基本的には無視して良いですし、問題を解決するのは韓国側の話であって日本ではないよというふうに突き放すというのは良いことです。そしてこの政策というものをもっともっと突きつけていけば、当然のように韓国側の方が悪いんだから是正しないんであれば優遇措置をどんどんと排除していきますよ、そしていずれは制裁措置といったものも見えてきますよということを暗に匂わすような、そのような外交というものも行うことがより良い政策と言えるでしょう。しかし韓国側にそのような空気を読む力というのは基本的にはありません。ですからこの後韓国側がこれまでの主張を繰り返してあくまでも司法判断だからこの司法判断について政府が口を出す気はない、つまり日本企業の資産売却というものを止める気はないと言い続けるのであれば、彼らが勝手に墓穴を掘り、その墓穴を掘ったところに日本側が自分で墓を掘ったんですね、じゃあ入ってくださいというような引導を渡すというのは非常に良いシナリオだと言えるでしょう。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、このチャンネルの動画をぜひとも見続けてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。